洋楽ヒットチャート常連のエド・シーランがメタルにラブコールを送っているようです。彼曰く、小さな頃からスリップノットやクレイドル・オブ・フィルスといったデスメタルを聴いていた。メタルアルバムを作る可能性はゼロではないというふうに言っています。もし本当に作っていたら、ちょっと聞いてみたい気はしますね。英語の漢字で見ると、そういう風にインタビュアーに振られて、ゼロではないみたいな感じで多分言ってるんだろうなっていう。作りますかって聞かれたらゼロじゃないねみたいな多分感じ、ニュアンスぐらいなのかなっていう気がしていて。でそれにクレイドルのボーカルのダニ・フィルスまでインスタでそれもちょっとどうなんだろう。ニュートラルな感じで普通に返信してて。クレイドル・フィルスか。クレイドル・フィルス見たな。お、そうなんだね。クレイドルはこの前のラウドパークで見たね。なんかライブかっこよさそう。すごいアルバムが出来が最近すごい良く戻ってきたから、それで勢いも戻ってる感じだから、ライブ良かった。クレイドルと言ったらもうパワーロックトゥデイだもんね。ミディアンのアルバムがすごい押されててね、鬼女と野獣が話題になって、で次のアルバムのミディアンではついに伊藤聖徳さんも、これは聞かんやってなって、そうかと思ってね、聞かにはいかんやなと思ってね、買ったもん、ミディアン。そうなんだ。あれだってまだ中学生か。高校成り立てとかだったからまださ、ブラックメタルなんてまともには聞けない。ゴシックキャビネット4時台。そう、4時台ゴシックキャビネット聞いたら寝られなかったもん。怖くて。あの時間帯にエンペラーがかかった時にもう恐怖に震え上がったもん。怖くて。ちなみにゴシックキャビネットってよく1号と話す時に話題にあげるけど、そもそもゴシックキャビネットが何かみたいな話をちょっとすると、伊藤聖徳さんがベイ FM で毎週やってるパワーロックトゥデイっていう4時間っていうもう長丁場のラジオ番組がありまして、午前1時から始まるんだけど、最後の4時台って呼ばれる、もうみんながどんどん離脱していって最後に到達する時間帯の時になんかちょっとニッチな曲を紹介するっていう風な流れになっていて、でそこの4時台でやっているコーナーの一つにゴシックキャビネットっていう、例えばゴシックメタルとか、あとブラックメタルとか、そういうすごくて暗いニッチなジャンルをかけるコーナーがあって、それの紹介の仕方がねめちゃくちゃ面白いんだよね。そう全部覚えてないけど、伊藤聖徳さんがすごいおどろおどろしい音楽に乗っけて、ちょっとエコーがかかったような感じで説明文を毎回読み上げて、最後にダークな夜をリードするゴシックキャビネット。裏でかかってるのはサティリコンだよね。らしいね。サティリコンのマザーノースだっけ。マザーノース。それはなんか今年クレイドル、噂をすればじゃないけど、ニューアルバム出すね。そうだね。もう新しいビデオも出ていて、10月22日にアルバム名が Existence is Fertile。ここ5作品ほどずっと安定してるから、またいいアルバムなんだろうなっていう期待はあるんだ。これ結構ほんと初期の数曲ぐらいしか聞いたことなかったけど、この新しいビデオを改めて見てみるとかっこいいし、あとビデオの内容がいかにも彼らが好きそうなホラー映画というかオカルティックな感じで満たされてて、信頼できそうですね。ちょっとでも気になるのがアートワークの方向性の変化かな。確かに。なんかニューアルバムちょっとこれプリミティブブラックとかなんかスラッシュみたいな、悪魔が女性をかっくらっちゃってるから。そうだね。ありそうでなかったもんね。悪魔との宴で人が絡み合って、でそこにいるでかい悪魔が人間の女性をどんどん食べていると。音楽が今回はデスブラックみたいな方向性なんかな。けども全く関係ないのかな。その辺がどうなるのか楽しみですね。あとはこれもベルセルクでこういうシーンがあったなっていう。あったね。王様が遠征に出て城に帰ってくると、王妃が変な宗教にはまってて悪魔と交わっている発狂して奥さんたちを殺しちゃうっていうね、初期のエピソードにでっかいナメクジになっちゃうやつね。そう黄金編の直前のエピソードね。よく見るとこの絵柄もなんか食で出てきたやつに似てるもん顔。確かに。でもやっぱメタル界みんなベルセルク好き説。あと進撃の巨人な。でも言っちゃえばルーツはこれブリューゲルだよね。
あ、なるほど。ブリューゲルっぽさ出すのは伝統なんかな、漫画も。こういうメタル系も。なるほどね、確かに。進撃の巨人は完全にブリューゲルだね、途中から。でね、エド・シーランとは結局全く関係ない話をした今回の動画に仕上がってしまいました。それでは皆さん、チャンネル登録に評価の方もよろしく哀愁。ということで、次の動画でお会いしましょう。ヘビーメタル研究所、略してメタ研。研究員1号と2号でした。See you!